はいどうも、レゴニュースのスタッツです。今回はレゴアイデア2023年第1回レビューに進出が決定した作品を紹介します。1月終了時点ですでに23作品がエントリーしています。かなり早いペースと言えるでしょう。この動画ではその中から5作品を紹介します。他の作品も別の動画で紹介します。まずこの作品から。ウォーリーを探せ。人や物であふれ返った賑やかな風景からウォーリーを探す絵本をレゴブロックで再現した作品です。ウォーリーを探せの絵本は30年ぐらい前から人気があるシリーズですね。本が6冊という設定で分割して飾ってもつなげて飾っても OK です。アップで見るとウォーリーを探せの絵本らしい賑やかな風景が確認できます。ウォーリーと悪役オドローのミニフィギュアと小さい本も6冊付属してます。余談ですが、ウォーリーはアメリカとカナダではウォーリーではなくワルドという名前に変更されています。気になったので調べましたが、明確な答えは見つかりませんでした。最初は権利の問題なのかと思ったんですが、アメリカとカナダ以外でもウォーリーではない名前を使っている国があるのでそうではなさそうです。あくまでも推測ですが、名前を変えた理由はウォーリーという言葉が良くない意味のあるスラング、もしくは馴染みがなさすぎるなどが考えられますが、実際のところは分かりません。それにしてもなぜワルドなのかも疑問です。ウォーリーがアメリカで馴染みのない名前だとしても、ワルドも馴染みのある名前だとは思えません。そんな名前のアメリカ人聞いたことないし、ウォーリーはウォルターの愛称でワルドよりはメジャーな言葉だと思いますが、確証はありません。ウォルターの別の愛称であるウォルトはワルドと発音が似ているので、ワルドはひょっとしたらウォルトの別言語版かもしれません。もしそうならウォーリーもワルドも根は同じ言葉なので、アメリカ人にとってはあまり差はないのかもしれないですね。結局確実なことは何一つわからなかったのですが、これ以上調べるのはやめときます。本題に戻りますが、ウォーリーを探せは有名な絵本シリーズなので製品化したら売り上げも見込めそうですが、レゴアイデアの審査ではもう少し大きめのオブジェクトのビルド作品の方が有利な気がします。もしレビューで有力候補になったとしても、各国で名前が違う問題も審査に不利になりそう。あと2023年3月にブリックヘッズが発売されるピクサーのウォーリーと名前が被っているのも不利かもしれません。でもキッズはウォーリー探しを楽しめそうなのでぜひ頑張ってほしいですね。次はサンタのおもちゃハウス。雪が積もったヨーロッパ風のサンタクロースの家、もしくは店。建物の周りの歩道が雪で覆われています。サンタクロースだけあって場所はフィンランドなのではないでしょうか。かなり寒そうだし、1階はおもちゃ工房と展示スペース、お札とキャッシャーが置いてあるので販売もしているみたいです。壁が2箇所外せるようになっています。展示が多くて楽しい室内、スポーツグッズが子供たちに人気のようです。サンタ、おもちゃに色塗り中。クリスマスから帰ってきた疲れ果てたサンタクロースはベッドで倒れ込むこと間違いなし。作者のブリッキー・ブリックさんは2023年2月現在、おそらくレビュー進出回数が最も多い方で、レゴアイデアの常連です。建物作品を中心にデザインを多数公開していて、レゴアイデア製品の中でも特に人気があった海賊島の作者でもあります。今回のサンタのおもちゃハウスは2021年第1回レビューに進出した作品の改良版です。前回は審査に通過することができませんでしたが、今回はプレイアビリティを考慮して改良を加えているのでぜひ合格してほしいですね。次はこちら、モンスターバース版ゴジラ。日本のゴジラに似た体格です。放射火炎発射も再現。モンスターバースは2014年の第1作から続くゴジラやキングコングが登場するアメリカの怪獣映画シリーズです。怪獣はレゴブロック製品にはないカテゴリーなので製品化されたらかなり人気が出そう。レゴブロックの既製品では恐竜シリーズのジュラシックワールドが怪獣に近いですが、主に子供向けのシリーズなので大人向けの怪獣セットがあったら嬉しいですね。モンスターバースに登場するキングコングも一緒に製品化して2セットと同時発売したらどうだろうか。次はホローナイト。2018年に発売された 2D スタイルのアドベンチャーゲーム。パソコン、プレステ、ニンテンドースイッチ、Xbox などメジャーなプラットフォームでプレイできます。ゲーム内容は虫が暮らす世界が舞台で、かつて繁栄した地下の王国ハローネストを冒険して数々の秘密を明らかにするらしいですが、プレイしたことないのでよく知りません。すいません。レゴアイデアのゲームカテゴリーでは過去にマインクラフトとソニックが発売されているので、本作も審査に通過する可能性は大いにあると思います。次はこの作品、オーゲルクリークの製材所。1800年代から稼働しているアメリカの製材所という設定の建物。オリーブグリーンに塗られた壁は年季が入ってデコボコになっているところがいい感じ。ブリックリンクで調べると 1×2 の丸太のこの色のパーツは製品化されていないようです。川沿いに建てられた建物で実際に動く水車が取り付けられています。作品名の一部のクリークというのは川沿いという意味。ノコギリはギアと車軸で水車とつながっているため、水車が動くと一緒に動きます。建物の1階が作業場で2階が事務所。各エリアは取り外し可能。
作品名オーゲルクリークのスペルの OGEL というのはレゴを逆から綴った言葉で、2000年代初頭に展開されていたレゴアルファチームのヴィランの名称でもあります。レゴアイデアで建物は審査に通過しにくいカテゴリーですが、本作は釣り具や中世の鍛冶屋、A フレームキャビンなどこれまで製品化された数少ない半券物以外の建物作品に近い雰囲気。回転する水車は面白いし、アメリカ人が好きそうなデザインなので、ぜひ製品化に期待したい。製品化された場合、電動パーツも付属か、もしくは取り付けるための手順が書いてあればなお良さそう。次はブリックスコーヒー。レンガ造りのおしゃれなコーヒーショップ。緑と茶色の落ち着いた色合いの建物で植物も多く、近隣住民の憩いの場になりそう。外にはテーブル席があって、可愛い花が咲いた花壇もナイス。カウンターにはハンドドリップ、サイフォン、エスプレッソマシンなどコーヒーを入れるための器具が置いてあります。綺麗に並べられたカップも清潔感があっていい。2階にも客席があり、書棚が置かれています。テラス席もあります。2階から階段で上がる屋上にはビオトープ。こんな癒しの場所でコーヒーを味わいたくなるね。建物デザインはレゴアイデアの審査に通過しにくい印象なんですが、レゴアイコンズのモジュラービルディングシリーズでは飲食系セットは毎回かなり人気があるカテゴリー。コーヒーショップも版権作品ですが、過去にアメリカのドラマフレンズのカフェがレゴアイデアから製品化されています。コーヒーショップという題材はアメリカ人が好きそうなので、審査に通過する可能性も高そうです。レゴアイデアの建物枠をぜひ勝ち取ってほしいですね。以上、2023年1月時点で2023年第1回レゴアイデア製品化レビューに進出が決定している作品の中から5作品を紹介しました。他の作品も順次動画で紹介します。スタッツ公式サイトでは専用ページで全レビュー進出作品を最速で紹介していますので、合わせてご覧いただけると嬉しいです。